こんにちは、加藤です。今日はですね、前にお話をしていたターナーの三原色カラー水彩絵の具なんですが、これが届きましたので、早速色相環を作っていこうと思います。結構この色相環は中学で習った人も多いと思うんですが、図版を見ながら、お話を聞いた程度で、実際にこの色相環を作ったっていう人は意外に少ないかと思うので、作ってみようと思います。で、用意した絵の具三原色カラーの内容なんですが、まずはマジェンタとも言いますね。そしてイエロー、そしてシアン。ちょっとね、インクの世界ではシアンとかマゼンタとか聞き慣れてると思うんですけど、絵の具で、マゼンタとかシアンってあんまり聞き慣れないと思うんですね。その辺もちょっとね、お話ししながら進めていこうと思います。まずちょっと枠を作りますね。大体ですけれども、12色相環作ってみましょうか。鉛筆で大まかな色を塗る場所を決めていきます。こんな感じでどうでしょう。丸を12個こんな感じでね用意しました。で、塗っていきます。黄色、イエローですね。はい、筆はいつも使っている水彩筆です。こんな感じでちょっとはみ出すくらいに塗っていきましょうか。はい、これが三原色カラーのイエローになります。で、次にシアンいこうかな。はい、筆をよく洗って前の色が残らないようにしてシアンいきます。ここでは3つ飛ばしてこの右下のあたり、この辺行ってみましょう。結構鮮やかな水色っていう感じの色ですね。こんな感じ。で、最後三原色カラーのマゼンタ。赤色というよりも赤紫というか、ちょっとピンクがかった色ですね。この位置でいいかな。で、皆さん絵を描く上でマゼンタっていう色はあんまり使ったことないんじゃないでしょうか。どちらかというと、これはインクの三原色なんですけど、絵の具で言うと、赤色とか青色、緑色、そういったもう少しはっきりした色が多いと思うんですね。で、ここからこれを混色しながら中間の色を作っていこうと思うんですけれども、今回ちょっとね参考にしようと思うのは、これターナーの出している三原色っていうね、こういう12色相環の色を表現できますっていう、ちょっと参考、なんて言うんでしょうね、配合比率みたいなのが書いたのがあるので、それを見ながらちょっとねやっていこうと思います。で、ちなみにですけど、ここですね、マゼンタとイエローの間のこの中間色3色なんですが、赤色をまずね、この黄色とイエローとマゼンタで作ろうと思います。この時の比率がここなんですけど、マゼンタ、イエロー1対1。比率で言うと1対1くらいにして混ぜた色がちょうど赤色っていう風にターナーでは推奨しています。こんな感じの色ですかね。ちょっと塗ってみますね。赤色。ちょっと薄かったかな。絵の具を少し足しますね。マゼンタ1に対してイエロー1。ちょうど1対1くらいの比率。といっても目分量なんですけれども、はい、ちょっと濃くなったかな。濃度が上がったかな。こんな感じで。
マゼンタの隣の赤色ですね。真っ赤な赤は、ここでは1対1で混ぜたのがこの色です。で、次にこの隣、オレンジ色っぽい色なんですけど、これは、マゼンタ1に対して、イエローの比率を上げていきます。はい、こんな感じかな。オレンジ。もうちょっと濃くしましょうか。色の濃度を上げましょう。こんな感じで。はい、どうですかね。ちょうどこのマゼンタとイエローの間くらいがこんな色だと思うんですけど、分量、比率で言うと、これがちょうど1対1の比率なんですね。というわけで、黄色の方がちょっと弱いのかな。分量、体積一緒の場合は、黄色の影響力が少し少ない感じがします。はい。では次にここの部分、黄色の量を、イエローの量を多くして、明るいオレンジっていうんですかね。黄色に近い色、作っていこうと思います。やっぱりそうですね。マゼンタの影響力の方が相当大きくて、イエローが少し弱い感じの絵の具みたいです。はい、ちょうどこれとこれの間くらいの色になるように調整をして、はい、こんな感じでしょうか。ちょっと明るめのオレンジというかね。はい、こんな感じで。はい、今みたいな感じで、中間の色を作っていこうと思います。次はどうしようかな。次はここ行ってみますね。シアンとマゼンタの混ぜた色なんですけど、だいたい青、ブルーっていう色がここに来る感じです。シアン1に対してマゼンタが1。1対1くらいで混ぜた色。シアン1に対してマゼンタが1。はい、ちょっと塗ってみますね。こんな感じの色。どうでしょう。シアンが水色っぽい感じしてたんですけど、真っ青な青色っていうと、こんな感じですかね。映像でわかるかな。はい、では次行ってみます。ここではちょっと紫がかったというか赤みの強い青、マゼンタの量を増やしていきます。青みがかった紫というか赤みの強い青というか、そんな感じの色になりますね。はい、ちょっと塗ってみますね。こんな感じ。赤みの強い青、もしくは青っぽい紫。こんな感じの色ですね。はい、次はマゼンタの量を増やしていきます。赤みの強い紫。ちょうどこの間になるような感じで、このくらいですかね。このくらいで調整して、ちょっと色が薄かったかな。濃度を上げます。はい、こんな感じでしょうか。これ結構インクのカラーというか、シアン、マゼンタ、イエロー、インクの三原色を使っているので、非常に発色のいい透明感の強い色調になっている印象です。では次にシアンとイエローの中間色作っていこうと思います。今度はどうしようかな。この真ん中の、緑色作ってみようと思うんですけど、シアンが1に対してイエローが2、
イエローの量を少し多めにしたグリーン、緑色、いかにも緑色っていう色をちょっと黄色が、分量で言うとイエローの方が少し多めで作っていきます。ちょうど中間くらいの色味にするのに、分量的にはイエローが少し多めの比率ですね。はい、こんな感じのグリーンかな。はい、次はもう少しシアンの量を増やしていきます。青緑みたいな感じですかね。緑みの強い青。はい、こんな感じでしょうか。緑みの強い青、もしくは青っぽい緑。で、最後、ちょうどこのイエローとグリーンとの中間のトーン作っていこうと思います。ライムみたいな色ですかね。はい、こんな感じの。もうちょっとグリーン入れてもいいかな。はい、こんな感じでしょう。はい、いかがだったでしょうか。ですね、イエロー、マゼンタ、シアンなんですけれども、その間でできる色で、ちょうど真っ赤っていうとこの辺でしょうか。赤色。赤色はマゼンタとイエローを1対1で混ぜて作りました。ちょっとこれ書いておきましょうね。マゼンタ、シアン、イエロー。で、これは、1対1。マゼンタが1に対して、イエローが1。でできた赤です。で、ここでいう青色はシアン1に対してマゼンタ1で青色。ちなみにこの真ん中の緑色なんですけど、シアン1に対してイエローが2。こんな感じです。ちょっとね、ちょうどこれとこれを1対1で混ぜたら真ん中の色になるわけじゃないっていうのが、絵の具っていう物質としてのその調合比率というか、原理理論とはちょっと違う部分なんですね。強い色、隠す力が強い黄色なのか弱い黄色なのかっていう、その絵の具自体の被覆力によってだいぶその調合比率違ってくると思うので、今回使ったこのターナーの水性絵の具、三原色カラー、水彩絵の具ですね。これに関して言うとこういった比率になるという一例だと思ってください。例えば、同じような12色相関作ろうと思っても、まず元になるこのシアン、マゼンタ、イエローっていう色調が、メーカーから出していないとこうはならないと思います。それとあとはちょうど同じ分量ずつ混ぜたからちょうど真ん中の色になるかっていうと、それはまた別問題で、その色自体が強いか弱いかによって、配合比率がちょっと変わってくる場合がありますよと。もしくは、ここではこの赤色がこの黄色、イエローとマゼンタの真ん中に来てるわけじゃないんですよね。この隣に来ています。1対1で混ぜると、マゼンタの影響力の方が強いっていうわけで、そういったね、絵の具特有の強いか弱いか、相手の色を隠す力が強いか弱いかっていうので、配合比率が変わってくるっていうことも、経験から皆さん覚えていってほしいと思います。実際こういうのって、絵の具を調合して作ってみないと加減がわからないんですよね。理論上は1対1で真ん中の色ができるような気がする、そういった場面あると思うんですが、現実はそうではないので、絵の具を使って絵を描かれる方は、なんて言うんでしょう。光の三原色みたいに、モニター上で色をブレンドするのとはちょっとね、理論と現実の物質としての絵の具は若干違うんだっていうことを覚えていってほしいと思います。はい、ちょっと長くなりましたけれども、今日の動画は以上になります。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。